すいませんすいません。何もかもおかしなことになっててね、すいません。すごい僕も今日、もう一回喋んのかよってことです。誰も聞いてないから言いますとね、今日この、ね、マイノリティでレポートって時間なんです。いつも屋根裏ニュース2、3って11時になれば自動的にね、誰が頼んだわけでもない、俺も俺に頼んでないニュースでバシバシスタンダップコメディやっていくって時間だったんですけど、毎週木曜日はですね、札幌からレンコンズさん呼んで、で、マイノリティでレポートっていう少数派のね、コメディ、性的少数派とかね、民族的少数派、あるいはもうそのなんか存在が少数派っていうところがどうやって多数派に噛みついていくんだよ、おいみたいな時間を威勢よくやってて、で今日はですね、ちょっともう俺いろんな人にこれ見てって言って、ちょっと水面下で宣伝して、いろいろ業界の友達とかちょっと意見聞きたいよっつって来てもらってたんですけど、ね、今日ね、レンゴンさんがちょっと今日なんとか間に合うように、ちょっと今日ひょっとしたらちょっといろいろ事情がいろいろあるし、人間はね、で、結局ね、まあ簡単に言うと間に合わなかったんですよ。今日出れないっていうことになりまして、そのことがついさっき知らされたことで俺は笑っておったんです。楽しそうに見えたかもしれませんけど、ああ、あちゃーっていう笑いですよね。だから分かんないんで人がなんで笑ってるのかって音を消すと。音がずっと消えてたっていうのも驚きだったんですよ。今こうチャット欄見て、ね、消えてるよみたいな。ね、声聞こえないんですけど、みたいな。あ、そうだったんだってことですね。すいませんでした。そんなわけで、ちょっとね、マイノリティでレポートじゃないです。一人で YouTube っていう、なんかね、マイノリティよりちょっと寂しいぞっていう感じのね、今日は、そういう時間になってしまいました。これね、来れるかなと思ってね、で、また人が結構呼んどいてね、来れるかなと思って来れない二人組ってどっかで聞いたことあるなと思ってね。なんかどっか、なんだったかな、ちょっとだいぶ前なんですけどね。あ、ね、タトゥーですよ、タトゥー。ロシアからのタトゥー。ね、北海道からの二人組が来れなかった。まだ聞こえてない声。聞こえてるよね。ねもう本当にさ、ロシアからとかさ、札幌からとか来れない時あるね、北の方からは。うん、二人組は。残念。残念っていうことですよ。一人で YouTube になりました。タトゥー以来のね、ちょっとショックっていうことで。今日せっかく俺がいろんな人にちょっとこれ見といてよ、見て見て。新しくさ、こういう多様性とかさ、そういう LGBT とかそういうね、少数派とかそういうこととか、ほら、なんか、そういうことをね、コメディにするってちょっと日本ではさ、これからの試みなんだよって言ったんですけど、何のことはない。俺一人でやるっていう、いつものことになっちゃったよ。ごめんよってこと、よってことでですね。それでも今日はマイノリティレポートやります。僕がやりますよ。ね。ちょっとどうぞ寄ってってよ。本当に。もうさ、っていう、シェフがいないんですけど、みたいな。そういう料理店ですから。題名のない音楽会じゃないですよね。音楽隊のいない、音楽会らしきものみたいな感じで、今日ね、なんか自信のあるネタでね、来てもらったみたいなんですけどね、残念、極まりないですよ。だから僕が今日やります。まずレンコンズさんね、これね、いろいろあるんですよ、やっぱりね。少数派として戦ってますから、いろんなことがありましてね、今日はちょっとお休みもらってますから、来週また来るようにね、ちょっと僕もいろいろ遠巻きに励ましたり、叱咤したりね、石投げたりしながら、彼女らの、また再登板を願うということでございます。さて、今日ですね、僕はいくつか、まずね、ちょっとニュース、簡単なニュース、いつもこのニュースをやってから、パパッと俺がニュースをパパッと軽くやってたよ、いつもと違って。木曜日はね、パパッとやってから、まあ、レンコンズ今日何があるのなんつって、レンコンズがその少数派のニュースをいろいろ面白くやるっていう時間なんですけど、まあちょっとこの見てくださいよ。ね。まあオリンピック、まあ簡単な、これ007の歌の前のアクションだと思って、それでそうやって用意したんですか。ね、すごいですね、これ。ね、始めましたね。すごいこと言ってましたよ。もう聖火リレー始めちゃったからもうって政府関係者が言ってたんですけど、すごいですね。もう始めちゃったから聖火リレー。もう後には引けねえぞって、なんなんだそれは。ね、もう始めちゃったからにはもうね、もうやらないとしょうがない。やらないってわけにいかないぞ。もう始めちゃったんだからって、よくよく聞くと、始めたのはお前らじゃねえかってことなんですよ。自分で回避できんだろ、お前みたいな。いや、もうダメですね。もう俺来ちゃったんで。もう後に引けないですね。お前が帰りゃいいだけなんだよっていつも思うんですけど、なんでそんな排水の陣みたいなこと自分に酔った言い方するんだみたいな。排水の陣でも勝手に排水の陣にすんだよっていう。俺たちも川後ろに背負ってることになるんじゃないかよっていう話なんです。で、これがさ、すごいのはさ、こうやって分かんないわけよ。こうやってやることに決めて勝手に言ってるだけだから。日本政府が。関係者がオリンピック、日本オリンピックの JOC の人と政府周りの人が、これもう聖火リレーやったからね。
もうやらないってわけにいかないですよって言ってんだけど、海外は別に関係ねえから、いや、やらないですよ、普通にとか言われかねないわけよ。カナダがボイコットしてやめるって正式にね。で、JOC、いや、IOC です。オリンピック委員会って気をつけろって前から言ったでしょ、バッハとかコーツって人はもう、要するに風見鶏ですから、昔の古い言い方すると、中曽根総理が言われたみたいな元、風見鶏、風の吹く方向に動きますんで、旗色悪くなったらもうね、これは延期じゃないかとかまた言ってるらしいですよ、あれだけ。俺たち煽っといて。もうそういう人たちですから当てになりません。そういうわけで、亡くなる可能性があるんですよ。そしたら大変なことですよ。聖火ランナーね、聖火リレーやっといて亡くなったら大変だから、ね、おいってなるじゃないですか。どうすんだい、このつけた火はよってことになって。大変なこと、2年後に延期する。来年延期すると言って、1年火を絶やさないようにしなきゃいけないってすごくないですか？ 1 年もうなんか日本中もうさ、もう飽き飽きしてんのに。次お前なって、最初はさ、手を挙げてた人もさ、もう、また俺もういいわって何周かするわけよ。もう本当に。50周ぐらいする、日本を。だからもう、そろそろあんたんとこの町で出してよ。もう、うちはたくさんなんだよ。じゃんけん、おいみたいな。負けた方が聖火ランナーずっと1年。1年ならまだいいけど、2022年にやるってことになっては2年間この日を、ね、日本中でバトンして、やだよ。とりあえずさ、オキシリト持ってこいよとかまた勝手なこと言って、オキシリトの方でいらないわ、お前。もう、ちょっと種子島の方持ってってくれみたいな、もう大変なのよ。途中で消しちゃったりしてね。あ、消えた誰も見てねえな。今つけちゃえみたいな。今つけちゃえいいからこれつけたくてで隠しながら持ってこいよみたいな、もういろいろぐずぐずになって。これがさ、ね、もし2年後にやらなかったらもう北京オリンピックになっちゃいますから、2024年。おい、そしたら2028年までさ、ずーっと成果こう、日本で持ってなきゃいけないから、まあ一回返せよって話ですけどね。ちょっと面白くなっちゃいましたね。どうだい？大変なことになってきたね、オリンピックな。もうオリンピックは完全に俺はもう傍観者ですよ。傍観者ですからね。もうここからはドタバタドタバタオリンピックを見るという人間の、そんなことですよね。ただもう、いや、こうやってもう始めてしまったからにはもうやらないって言い方はできないぞって言ってんだけど、全部一人相撲じゃないかって関係ねえわ。やらないって言えよっていう話なんですね。で、今日はですね、そのマイノリティレポートの話をちょっとしていこうということでですね。次のニュースはですね、僕はちょっとこれを、こちら先にしますかね。これです。学校のニュースね、まずね。学校ってさ、校則があるじゃんか。これね、どこの学校だったかな。とにかく校則の中でね、十何校だっけ。ちょっと見て、その県の、どこの県だったか調べたんだ。どこの県だったか。佐賀県でした。佐賀県。佐賀県での校則でですね、まあいろいろあるじゃないですか。服は、体操服はこんな風にしなきゃ、髪の毛はもう襟にかからないように男の子は、女の子は眉にかからないようにっていう、そういう服装のね、ワンポイントのシャツはダメとか、眉と縮れ毛というか、カールの下のは、もともと地毛が縮れているんですよという証明が必要だと。おいおいっていう時期ありましたけど、俺驚いたのは、下着が佐賀県では下着白じゃなきゃいけないって校則があるっていう。待て待てって話だこれ。誰が決めたのっていう。この中にあるいろいろやばい考えですよね。下着は白ってもんでしょ。やっぱり清純派はみたいな、ちょっといやらしい。はっきり言うけど、おめえがいやらしいよ、その。下着の色が変わるからね、人は不良化するんだみたいなことでしょ。下着の色が変わった時に気をつけろ。大抵人が、お前どういう基準で言ってんの？お前の体験か、それっていう。じゃあお前は、その下着白のも、その下着が派手になって、赤とかになったのも見たのかね。それでお前の体験からなのかと言われかねないことですし、何がすごいって、学校でですよ、普通に授業やってたら下着見せる瞬間なんかないんですよ。白だろうと、水玉だろうと、真っ赤だろうと、黒だろうとね。下着になるっていう体育の時間に女子だけで着替える時であるだけで、先生はそんなこと見れないわけだから。で、お前は関係ねえんだよ。立ち入るなよっていう、びっくりするでしょ。下着の色白っていうことが、ね、白ってことが真面目だってことですっていうのもやばいですから。ね、逆なんですよ。巷のいやらしいことを求める人は、逆に白の人がいやらしいともっといやらしいとか、そういう考えの人間もいるんです。で、先生、この校則決めた中にもそういう人いたって可能性ある。よりいやらしいことを頭の中で考えて、先生から言いませんよ。偉い教育委員会の人とか、白にしてみようかぜ。白に、そうだ。いや派手な色の下着は不良の象徴だ。
清純派の城、ああ、清純派の城っていう逆に燃えてた可能性があるんです。いやらしいでしょ、どっちにしても。で、あとさ、じゃあ白の下着かどうかどう検査すんだよ、お前。な、見んのか、バカ。なんで見せなきゃいけねえんだよっていうところから、いろいろにやばいです。この、高速で下着は白っていうのはやばい。激ヤバですよ。だから俺はちゃんと今公開討論会が今中止しちゃったんですね。結局、叩かれるのが嫌で。もう最近はね、そういう、なんていうのかな、主給派というか、もう昔の規則振り回す人が骨がねえから、いや、下着は白にかけるって言い張ってほしかった。そうするとどうなるかっていうと、公開討論会ですよ。あれはもう出てきてもらって全国で中継して、なんで下着が白がいいんですかってちゃんと聞いてみたらいいよ。これはもう、これこそドタバタオリンピックになるでしょ。言ってるうちに必ず変なボロが出るからね。ね、まあ、それをちょっと先に予感したのか恐れてなのかやめたというところもあるんでしょうけどね。下着は白って逆にいやらしいだろ、お前。っていう、お前いやらしいことで学校の校則通じていやらしさ実現してんじゃねえわっていう話ですよね、これね。でですね、さて、もう一つ、こちらのです。今日はね、じゃあこちらから、よし、じゃあこれから行こう。これはですね、アンケートを取ったんです。これは朝日系です。僕はもう一応朝日、読売、右から左まで新聞は、気が向いたときは見てるんです。気が向いたときはね。で、朝日にこれ載ってたんですけど、これは学校で先生が同性愛とか LGBT を教える意味があると思うかどうか、先生にアンケートを取ったんです。それはね、やっぱり今の時代の流れの中で先生の意識も変わっていって、LGBT に関しては、性同一障害に関しては、もう80%ぐらいの、80%以上の先生が教えるべきだとも言っている。そして、同性愛に関しても、75%だったかなの先生が教えるべきだ。なんで同性の低いのか俺はちょっとわからないんですけれども、そういうことになってて、もうほとんどその反対してる人は少ないわけですよ。さっきみたいに下着の色は白だって言い張ってる教務主任とかは多分そんなにはいなくなってるんですが、学校でじゃあ教えてますかって聞かれて、11%しか教えてないっていう話なんです。だいぶ低いでしょ。ってことは、なんとなく教えづらい空気があるのかみたいなことだと僕は思うんですね。はい。そうなんですよ。なんでなのかっていうと、これやっぱりまだカリキュラムの中でそれが決まってないと、その先生だけ勝負をかけられないっていうこともあるでしょうし、やっぱりその評価の査定も先生もあるでしょうから、ビビったりすることはあると思うんですよね。で、あとは、やっぱそのことを教えるときに自分が教えられるのかっていう、教えるほど俺知ってんの性同一障害とか、ね、ゲイとかそういうことについてちゃんと語れるのみたいなこともあるだろうし、また先生がゲイの場合に、まだカミングアウトしなくてその話題に、私がまだカミングアウトしなくて触れる自信がないってこともあるかもしれませんね。これ全部想像ですけど。で、ただね、この時に必ずネットとかです、主に。きちっと顔見せて意見を言う人は少ないんですけど、同性愛とか教えるって国が滅ぶぞみたいなこと言う人がまだいるんですよね。で、結構いる。政治家にもいっぱいいるじゃないですか。ちょっと油断すると、例えば足立区の、区議とかが、いや、LGBT の人なんかケアしたら国が滅びますよみたいなこと言って、結局後で、すいませんでした。あれは間違えました。間違えたんじゃねえだろ。確信持ってお前言ってただろうっていう。間違えたとか、不適切な発言とかなんかね、ちょっと間違えましたじゃないんですよ。違うんです。思ってたでしょ、明らかに。で、今も思って変えてないでしょっていう。そのことをですね、わらわらと匿名でサポートする動きがまだ日本中にあります。むしろちょっと、湧いてきてるっていうことがあるんですよね。なんでそんなことを国で応援しなきゃいけないんだ。子供を作るのが自然の姿だろうとか、人間の性の営みっていうのは子孫を作るためにあるんだとか言います。ね。正しいセックスがあるんだって考え方なんですよ。要ははっきり言うとね。これなんですよね。僕が今日引っかかるのは。正しいセックスってあるね。これさ、杉田水脈っていう議員のことを僕はいつも思い出すんですよ。自民党の女性議員なんですけど、杉田水脈って人はね。本当に女はっていう言い方をとかよくする人なんですよ。女は嘘をつくのがうまいですからね、というような、ちょっと表向きに、例えばこのオリンピックを招致する、オリンピック憲章に書かれている性の平等、格差の廃止、ね、多様性の肯定というものの中で、呼んでる政府の与党が発言できないでしょ、これっていうようなことを結構言う人なんですけども、それに対して何がいけないんだって、この YouTube で僕これ触れると、必ず変なこと言ってくるやついるんです。そいつらに俺言いたいんだけど、ね、杉田水脈さんでもいいし、その自民党のその議員でも足立区の議員でもいいよ。
ね、そのゲイの人を応援すると国が滅びる、子孫がなくなる、正しいセックスをしなきゃいけないんだっていう人はさ、俺問いたいんだけど、じゃあさぞかしあんた、誰に見しても恥ずかしくない、正しいセックスしてるんだろうなってことなんですよ。ね。あんたは、ちょっと変なセックスしてないの？変なってことじゃないよ、どうせ。これ、誤解読まないで。ね。どこに出してもセックスなんていうものは、正解がわかんなくないですか？特に僕はわかりませんね。自慢じゃないけど僕は。人に、ね、これです。皆さん、これがレギュラーな。いいですか？ね。え名古屋市立、ね、旭川高校の皆さん、こんばんは。清水です。今から私が行うセックスが正しいセックスです。これを基準に、皆さん、大人になったらセックスしてください。よろしくお願いします。っていうようなことを言える人間がいんのかってことですよ。ね、もともと言うとですよ、人間っつうのはですね、ちゃんと勉強していただいてわかるんですよ。僕は大好きで、生物ってのは。進化がこじれた動物なんですね、人間って。この直立歩行自体が、ちょっと間違っちゃったって説もあるんですよ。正直言うと、直立歩行になって何が良くなったかっていうと、手に武器を持つことができたっていう程度。走るのは遅くなってます。猿より遅いじゃないですか。この4本足で走るよ。そしてしかもですね、心臓に立つことによって負担がかかるようになったんですよ。心臓病はそこから来てるんです。直立歩行したこと。しかもですよ。ね。血栓が詰まりやすくなったんです。血小板多くなることって。はい。しかもですね、糖尿にもかかりやすくなった。今の体、直立歩行以降の肉をたくさん取れることになったんですよ。要するに何ができるようになったかというと、直立歩行して手が余ったんで、武器を持って相手を殺すっていう能力がついただけなんです。それがなければ、確かに人類はね、ひ弱で生き残ってこれなかったと言われてるんですよ。ライオンが集団で狩りをするようになったらですよ。うわうわ、追い込め。追い込め、追い込め。はい、まくれまくれみたいなことライオンがね、よし、じゃあ、挟み撃ちだとかやったら人間は生きてなかった可能性があるんですけど、人間は弱いためにこうやって生き延びて武器を持って、で、何ができたかって肉をいっぱい食べれるようになって、結果糖尿って言葉が生まれたんです。で、要するにですね、全然後手後手なんですよ、これ。この成人病も全部この進化の中から出ているということなんですよ。だからね、はっきり言うけど、俺らは出来損ないなんですね。うん、マジで。もう俺もそうだよね。ね、あなたもそうだよ。ハロー、出来損ない。よ、出来損ないフレンド、よ、ポンヨってことなんですけど。それなのに、なんだかわからない出来損ないの中で小さな王様になって、俺の言っていることが正しいぞと。俺のあっちがおかしいぞというような、しょうもない猿山の猿のボスみたいなこと言ってるから、おかしなことになるんだぞ。おめえなんか、はっきり言うけど、裸に向いたらこの地球上で、俺もおめえも、どんなデルモと言われている、デルモだって懐かしいね。逆さまにモデルとかさ、ね、八頭身の体験も、あれも、猿がこじれて人間になったとしますよね。今、ちょっと猿から直接進化したんじゃないっていう説あるんですよ。その水の中に入った猿であるとか、ラッコみたいにね、ラッコとかオットセイみたいに、イルカみたいにという説もあるけれども、ね、普通に猿としてやってる道を外れてなったと思ったらみんなフリークですよ、俺らなんか。変な体だし、変な顔、変な声、変な歩き方、そして変な国みたいなことなんですね。それなのに、俺が正解だっていうのは100年早いわ。てか1万年早い。人類の歴史分長い、早いよ。10万年早いっていうか、まだ試行錯誤中なんですよ、人間は。いろんな性の、パターンですよ。だって単性生殖にならないとも限らないね。今、有性生殖やってるけど、本当に地球環境がさ、変わってきてね。それで、この男と女のセックスするって形がなんでいいかと違う遺伝子が交配するっていうことで、生き延びるチャンスが増えるってだけのことだから、環境が変わって、プラナリアみたいに、ベリベリベリっつって2つになるかもしれないんだよ、人類が。そういう進化だから、いろんな性があるんですよ、人間っつうのは。砕いて言うと、これは、住み分け論っていうんですね。今西金次先生、日本の誇る京都大学の。そういう、いわゆる進化は淘汰、適者生存、なんかあるんですね。要するに弱肉強食、淘汰、突然変異でできてるんじゃないんです。適者生存それぞれの、で、あとは人間が社会作るのもですね、いろんな可能性を残すために作るんだよっていうことだ。分かったか？おい、な。どうだい？真面目なこと言っちゃったよ、今日。そんなこと語る予定じゃねえから、俺は。なあ、今日、タトゥーが来ねえからさ、ロシアから。
だから俺が、今日、皆さん、縦読みに来てみます。すいません。今日は司会の、プロモーター、共同東京の清水です。みたいな感じで、その人が急に歌ってると思ってくれ。もう大変なことだぞ、今日。俺やる予定じゃなかったんだからな、こんな。さて、マイノリティレポートね。こういう、要するに、多様性の話で今日ちょっとなってますよね、結構ね。頑張ってますよ。次はですね、これなかなか北海道に住んでるとね、話題にしにくいんですって。アイヌの人の問題。アイヌ民族。ちょうどこの間、能見壮さんが、アイヌのことをテレビでね、ドキュメンタリー、映画を紹介、自主映画じゃない、ごめん。映画を紹介する。ちょっとちゃんと調べてなかった。ごめん。ちゃんと喋るのに言うな。とにかくその映画を紹介するときに、犬だということをやって、これ差別するときに差別する側が差別される方を犬と呼ぶことが歴史上多く、そのことに無自覚だったと、いうことで、結局謝った謝罪して、能見壮さんのそのツイッターも僕見ましたけど、こういうことを無知だった恥ずかしいと、これからちゃんと理解のために私も頑張っていきたいというふうにきちっとしたコメントをされてました。で、正直言うけど、俺も知らなかった、これは。差別の言い方として、ある民族のことを別な民族が犬と呼ぶということは知らなかったです。で、知らなかったことは胸張っていいことじゃないんです。やっぱりダメなんですよ。知らないこと知らないんだよって言っちゃダメなんです。知らなかったことはすいませんねなんです。人間はっていうか、俺たちはね。まだ途中の段階、さっき言ったみたいに、偉そうなもんじゃないから、毎日埋めながら、足しながら、ね、引きながら、知らなかったら遅ればせながらね、のろのろと、どんくさく学ぶのが人間なんですよ。で、そういう意味で言うと、学ぶってことですよ。知らなかったら開き直らずに。その姿勢っていうのは、もう普通にそれでいいと思いますし、頑張ってほしいというか、それちゃんとコメント出した能見壮さんという人を受け止めるってことをちゃんとするべきだと思います。もうこれ以上。ただ、テレビ局はどうだったんだっていうと、これテレビ局の制作のこととか出てました。ちょっと人に聞いたんですよ、テレビの。大変だって今人手不足で。とにかく人材が入ってこないと。昔みたいに花形の仕事じゃないから、常に人は足りない、予算は足りない中で、チェックは甘くなっているところがあると、その人は言ってました。誰とは言いません。匿名で伺いました。要するに、テレビの方は今昔みたいに盤石の体制で作れないし、どうしても準備不足になる。だからいいってことはもちろんないんです。でもそういう現実があるんですよ。さて、このアイヌのことについてですけども、アイヌのことをまたこう問題になると必ずまたネットとかで湧いてくる人たちがいるんですね。これ何かっていうと、アイヌ民族なんかいなかったっていうことを、結構右側の論客の人が言い出すんですよ。藤井元気さんとかね。で、この本はまだ俺読んでないです。ちょっと迷ってます。読むかどうか。で、要するにアイヌのことを今、民族なんて存在しないんだって言い方は自民党の議員の方よくするでしょ。ね、小林義則さんもしてたんです。アイヌ民族はないよ。日本古来の民族じゃない。昔はアイヌの本を書いて先住民族であるという、そういう認識だったわけです。ね、日本の縄文人と言われる人ではアイヌの人と血がつながってて、で、弥生人が大陸から来て、で、それで融合して日本人になったんじゃないかと。で、梅原武さんなんかも、アイヌ語のあとか、わとか、かとかいうね、ありますよね。わかっていうのは私と彼っていう、自分と他人っていう言葉の分け方はアイヌ語にあるよ。だから日本人の中にアイヌの血が入ってるよっていう非常に、なんていうんですか、共存の哲学とそういう歴史学を言われてたんですけど、これにですね、ちょっと違うよっていう人たちが出てきているんですよ。縄文人は別にいて、13世紀にオホーツク、ツングース系の、ツングースって聞いたことあるんですか？満州あたりにいる、漢民族とは違う遊牧民の方々ですね。要するに狩猟民ですよ。アイヌの人はそうなんです。農業の人じゃないんですね。そういう人たちが北海道13世紀に、要するにモンゴルの元ってありましたよね、中国。あれに追われてきて、北海道を席巻したのがアイヌ人だってことを言う人いるんですね。で、そのことってちゃんと調べないとわかんないんですよ、確かに。両方の言い分がありますから。ただね、俺はそのことに乗っかって、ね、ほら見ろと。アイヌだって誰かを支配したり、誰かを逆にやっつけたり差別したんじゃねえかよっていうやつがいるんだが、13世紀だぞ、お前。これが言いたかった。お前さ、13世紀にそういうすね叩いて、すねじゃないの、叩いて埃が出ねえやついるか？世界中が征服されてたわけだぞ。日本だってよ、遡ったら、いっぱいいたんですよ。その、大和朝廷できるまでもう地方の豪族、それを統一したわけでしょうか。日本の支配者が。それ滅ぼしてる。だからそれが大国主の話だったりっていう風になってるわけだ。もともとがそうなんだ。ね。で、13世紀にお前差別してたじゃないか。13世紀にお前
人の土地取ったんだろうが。だから、待てよ、こういう言い方になるのか。だから今、ね、怒られても仕方がねえんだと。今はひどい目に遭って思い知らせなきゃいけないんだっていうことを言う奴がいたとしたら、おめえ、何百年前の話してんだよ、お前。覚えちゃいねえだろ、おめえの遺伝子だってよ。おい、今の問題なんだよ。だからそんな昔のこと言ったら、ほとんどのやつがさ、悪さしてるか、逃げてきたやつだって。でさ、また愛の土人法っていう、あったんですよ。旧土人法、北海道土人法というのがありまして、この言い方ですよ、土人という。まあ、沖縄でもですね、関西の県警の方が沖縄の辺野古とかのデモを、鎮圧しに行った時に、この土人がと、地元のおじいさんに言って問題になりました。これはね、このね、認識不足ですよ。差別感の他に、差別感っていうことの前にですね、土人ってことが、だから別な言い方で、その土人法に対して、その土人法の支持者みたいな人はですね、土人がどこが差別なんだって言い方するけど、それは俺はそこには乗らないんですけど、言うと、俺たちははっきり言うけど、いや、それは差別するつもりで使ってたら土人は差別ですよ、完全に。この土人がって言い方はもう差別じゃないですか。そうでしょ。だから、それは、もともと差別じゃない言葉だけどね。だからいいんだよ、土人が。とかさ、ね。なんか黒人に対して、クロンボがというような言い方。俺たち日本人たち、イエローモンキーっていうのは別に黄色い猿って言ってるとか差別語じゃないですよって、お前が込めてるニュアンスが差別なんだよっていう言い方の問題なんですよ。心根の。だから、その言い方は当たらないと思うんですけど、言えばさ、土人にしても、難民って言い方昔怒られたことあったんだよね、ラジオやってる時。宝くじ買って、こんな右往左往してる人が、宝くじで熱が混乱した現場にいたんですよ。難民みたいにして僕らって言ったらね、それは差別になるって言ったけど、待て待てと思ったんです、それに関しては。難民は差別的、ちょっとそういうふうに確かにね、言われて気をつけなきゃいけないって今は反省してるんですけど、言えばさ、俺たちは難民だったか、土人だったかどっちかでしょうか。どっちも差別用語だとしても。その土地にずっとぐーしがみついてたらそれ土人って言われたらそれ土人でしょうが、それかよそから追われてきたか、あとは泥棒だよ。人の土地を奪って大きくなったみたいな。もともとのね、王様みたいな人だよ。もともと別にその辺の人だったのに、土地をいっぱい奪って偉くなった人だから、その3種類しかいねえのよ。ね、土人か難民か泥棒ですよ、俺たちの祖先は。で、その時代のこと遡ったら誰もそんなに威張ってらんないんです。だけど、今なんで人間がさ、民主主義とかさ、とりあえず民主主義ってなんかこう問題がある制度だって言われながらも、とりあえずちゃんと選挙してさ、何か強制されないでさ、ね、信教の自由、思想、信条の自由っていうのはあって、基本的人権中さ、借り物の言葉とか言う人はいるけど、そういうのがあったおかげで、今不当な目にあったら、とりあえず抗議したり訴えたりさ、ね、助けを求めたり、ちょっときちっと調べてくださいよって申請することができるようになるようになったんだよ、俺たちは。ね、それをさ、13世紀にはおめえが支配してきたからやり返してやるんだみたいなやつも13世紀行け。バカだねっていう話ですね。本当にそう思いました。くだらねえわ、本当にっていう。そういうね、だから俺ちょっとちゃんと読もうと思ってる。負けちゃいらんねえなって思いましたね。だから列状に訴えるような学問があるんですよ。やっぱり俺たちは、それは今弱ってるから、日本人は。今日すげえ罰とかつくと思うよ。ブーイングとか。もうこれによってやってるやついるんだよ。顔見せてこいばっか。公開討論してやらとか本気で思いますけどね。で、今日ちょっと本当に、こういうマイノリティでレポートだとこういう言い方になっちゃうんですけど。いや、それ調べます、ちゃんと。調べます。だけど、今のことを話したら、不当な扱いしたら差別でしょっていうのよ。13世紀のことに対して、13世紀そうだから、あいつらそんな目にあって当然だってやつは、ほんと13世紀以前に行け。マジで。久我立ちとか体験しろ。なんか本当に。その頃裁判もなくて、ありがたいぞ、今裁判があるのが。なあ。その頃の書いてお前どうだったと思うんだよ、お前。邪馬台国の伝説で書いてあるのはよ、お前。なあ、嘘かどうか裁判で調べるときに熱い鬼に手つけられたんだろ、お前。なあ。で、やけどしたら嘘ついてるって、お前無理だろ、お前。ほとんど嘘つきだぞ。で、あとは、裏で取引して水で薄めてさ、で、そんなとこ行きたいか、お前。ちゃんと一応裁判かけられてんだろうか。っていうことを俺本当に言いたいですね。はい。で、これは、もう一つの写真ちょっと見て、これはですね、真ん中に菅さんがいます。出たんです。新しい愛の法というのができまして、それもいろいろ言われてますが、こういうのも見ないといけないですな。で、僕はちょっと今日、なんでこの時間をいろんな人に見てもらったかっていうと、そのレンコンズの見てもらいたいってのがあったんですけど、この試みって、この日本でやっていけるのかなってことを、ちょっと、あまりにも指示がないとか、
なんだバカっていう人が多かったらやり方考えなきゃいけないなって思ってたんですけど、なんかの形でやっぱこれやっていきたいなというのがありますね。ここをなんか面白く、大しく。大しくって変だね。男で。めめしくでいいです。全然。めめしい人間なんで。大しくでもないですよ。このマイノリティレポートだったらね、そんななんか大しくがいいことでめめしいが悪いな。とんでもねえわ。アホか。ね、俺は。言葉遣いも考えていこうってことですよ。はい。そんな風にちょっと思った次第でございます。レンコツ、来週は復活するのではないかと思っていますけどもね。ちょっと見せてください。今日のね、こんにちは。声が聞こえませんという時代が今日はありましたね。得意げな顔して3分、4分、5分ぐらい喋ってね、本当に恥ずかしいですよ。恥ずかしい男ですよ、俺はね。でき損ないですよ。声聞こえません。ありがとうございます。まこみさん、野口会長、モノピー、から、中山かこすさん。本当だ、俺、だいぶ一人で話してる、まこみさんね。元木さん。この無声動画になってるところのコメントが、気がついて、中村さん、三浦さん、かっぱなべさん、ありがとうございます。で、なみなみさん、ありがとう。まこみさん、声が出てないのに、投げ銭ありがとうございます。ありがとうございます。口の動きで読み取る独身術か、金本さん。アン広島さん、ありがとうございます。聞こえましたか？よかった、福岡さん。山下さん、こんばんは。JF さん、こんばんは。上垣さん、こんばんは。キックさん、こんばんは。大塚さん、こんばんは。ね、ありがとうございますね。そうですね、伝統的な家族ってね、歴史浅いんですよね。今日本で伝統だって言われてるものって、実はすごいネオ右翼っていうか、ネット右翼みたいな人ってすごい勉強してないんですよ。もうはっきり言いますけど、ほとんど戦時中にできたパターンであるとかね、先輩後輩みたいなこととか、それで、大相撲だって別にあれなんですよ。本当に、国技みたいな体になったのって戦後とかですからね。全然違うんです。歌舞伎もなんですよね。俺たちが伝統と思ってるものって別に伝統じゃないです。家族観もそうですよ。全然違いますから。女系家族だった時代もありますからね、日本って。うん。ゴチになりますのロケ見てると、笑いを声を上げる。今は難しいのか。何のことだろう、ゴチの。ごめん、これ何のこと？あ、小野さんこんばんは。ちょっと聞きたいね。今日はちょっとそういうことでね、思ってることがあったら、今、タイム、ちょっとラグがありますけど、1分ぐらい。聞きますし、答えますよ、今日はね。うん。まあちょっとね、今日は、ロシアからタトゥーが来なかったんで、レンゴンズさんが今日はちょっと間に合わなかったもんですからね。僕は一人でマイノリティでレポート。一人で YouTube をやっているわけです。ありがとうございます。ということですね。はい。なんかありますか？届くのがね、遅いのよね。ということで、じゃあ今日はこれいいかな。これで、今日はすんずれしますか。ね。もっともっと頑張りますよ。いろんなことをね、笑いにしていくということですね。で、やっぱりね、なんていうのかな、権利があると人にはとかですね、やっぱり人権を尊重しろみたいなことっていうのをですね、間に頭に置いて笑いをやるってことはですね、簡単じゃないんですよね。種を明かすと。だから、こう思ってくださいよ。ね。頑張ってるなっつって。この人難しいことやってて、俺結構今いい感じよっていう見てくれると、俺はもうゆっくりお風呂入って寝られるなっていうことです。ありがとうございました。ですね、3月28日に、これ出しますかね。3月28日に、これはお知らせでございます。今あるかな、遡るかな。3月28日に私、これですね。オープンマイク、渋谷オープンマイクっていうのでね、これはやらせてもらいます。審査員に伊藤聖子さんとかね、小宮山さんとかね、そういう方がいらしているんですけど、この東京カルチャーってところでですね、オープンマイク、いろんなジャンルの人がガンガンなんかをぶつけ合うという対戦形式、久しぶりにコンテスト形式のものまた出ると、いうことなんですよね。コンテスト形式っていうのはね、なんかイガイガするんですけど、やってやろうかと。ポエトリーリーディングやってやるか、俺は。スタートコメディアンとしてポエトリーリーディングをガツンとようと思っています。それからですね、あとはいいか、今日はね。はい、ということです。これからもどんどんやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。何もないなしか。ね、難しいことされてます。石原さん、ありがとうね。いや、分かってんな。そうだ。分かってる。あんた分かってるよ。
あんた、いい人だね。いや、でもね、面白くなかったら負けなんで。面白くなかったら言ってください。面白くなかったらこのね、ブーイングサイン入れてくださいよ。もう、面白くなかったらダメなんだから、何言ったって。チャップリンもそうだったからね。あの後、モダンタイムズっていうの見ましてね、チャップリンの。これも面白いなぁ。でも現代の問題だからね。AI 化ですよね。で、イギリスに一番最初に起こったんですよね。モダンタイムズ何かってチャップリンの映画でですね、まだ、無声映画の頃なんですけども、要するに機械化が起こるオートメーション化で工場労働者っていうのができるんですよね。これが結構過酷な非人間的な労働をされていく中で、何度も何度も人生に挫折していく、チャップリンの役の普通の労働者の人なんですよ。それで、なんか恋人と出会って、それでも挫折して、さあどうやってやって生きていくんだという、人間肯定のお話で、しかももう今にもつながる。俺は逆にバブルの頃とか全然理解してなかったね。バブルの頃だったり、日本がこう、まだ右肩上がりの経済だと思ってる子にはピンとこない題材でもあったんですけど、今この、なんていうんですか、人間のパイが限られた上に AI 化が進むっていうことで、人間の仕事はどうなっていくんだっていう、いろんな仕事がなくなるって時に、やっぱモダンタイムズっていうのはもう一回見といた方がいいなと、チャップリン思いました。今日本当はね、アメリ見た話をしようと思ってたの。それ明日しようかな。アメリってありました。覚えてる？アメリって映画。なんか、変なフランスの当時ヒットで、これ何だったのかと思って、今昔ヒットした映画をちょっとね、なんでっていう、見てるっていう時間で、それも話をまたしたいと思います。いや、もうね、命の教育っていうかね、俺違うんです。面白くやるんだよ。おらっていうことでした。今日はレンコンズさんが来れなかったんですけど、来月、そういう緩やかにやってきます、この時間は。時には来ません、レンコンズさんは。レンコンズじゃない時もあります。何図なのか分かんない時もありますし、私も清水宏じゃないかもしれません。で、これ皆さん見てるのも YouTube じゃない可能性も十分にある。それぐらいな、ね、それぐらい懐の深い感じで、一つよろしく。ということで、どうも今日はありがとうございました。アメリ来週ね、明日だ。ね、気が向いたら。おやすみなさい。あれどうやって消すんだっけ？そう。今いろんなもの開けちゃってるからね。